みなさん、こんにちは。今日は、電子マネーについてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。日本では長年、現金による支払いが中心でした。他の国と比べて、日本では現金以外のキャッシュレス決済の比率は低く、一般の店ではクレジットカードが使えず現金しか使えないことも普通です。日本では現金を持ち歩いてもあまり危険がないことや、偽札がほとんどないことなどが理由として言われています。しかし、最近ではようやくキャッシュレス決済も増えてきました。クレジットカードだけではなく、電子マネーによる決済が普及してきました。日本の電子マネーには、次のようなものがあります。交通系 IC カード。もともとは、切符を買わないで電車やバスに乗れるように、改札にタッチして運賃を支払うカードです。しかし、交通機関を利用するだけではなく、コンビニや店などで広く使えるので、日常的な電子マネーとして普及しています。使うときは、レジの機械にカードをタッチします。スイカ、イコカ、パスモなどがあります。流通系 IC カード。スーパーやコンビニなどで使うためのカードが元になった電子マネーです。楽天エディ、ワオン、ナナコなどがあります。これも、使うときは、レジの機械にカードをタッチします。QR コード決済。店にある QR コードをスマホアプリで読み取って支払う方法の電子マネーです。PayPay、LINEPay などがあります。コンビニで払う場合は、スマホアプリでバーコードを表示し、コンビニレジの機械で読み取ってもらいます。以上のように、日本の電子マネーは現在いろいろな会社のいろいろな方式がたくさんあって、混在している状態です。なお、現在でも、特に地方では、現金しか使えない店がたくさんあります。日本ではいつもある程度の現金を持ち歩くようにすると安心です。日本では長年、現金による支払いが中心でした。他の国と比べて、日本では現金以外のキャッシュレス決済の比率は低く、一般の店ではクレジットカードが使えず現金しか使えないことも普通です。日本では現金を持ち歩いてもあまり危険がないことや、偽札がほとんどないことなどが理由として言われています。しかし、最近ではようやくキャッシュレス決済も増えてきました。クレジットカードだけではなく、電子マネーによる決済が普及してきました。日本の電子マネーには、
次のようなものがあります。交通系 IC カード。もともとは、切符を買わないで電車やバスに乗れるように、改札にタッチして運賃を支払うカードです。しかし、交通機関を利用するだけではなく、コンビニや店などで広く使えるので、日常的な電子マネーとして普及しています。使うときは、レジの機械にカードをタッチします。スイカ、イコカ、パスモなどがあります。流通系 IC カード。スーパーやコンビニなどで使うためのカードが元になった電子マネーです。楽天エディ、ワオン、ナナコなどがあります。これも、使うときは、レジの機械にカードをタッチします。QR コード決済。店にある QR コードをスマホアプリで読み取って支払う方法の電子マネーです。PayPay、LINEPay などがあります。コンビニで払う場合は、スマホアプリでバーコードを表示し、コンビニレジの機械で読み取ってもらいます。以上のように、日本の電子マネーは現在いろいろな会社のいろいろな方式がたくさんあって、混在している状態です。なお、現在でも、特に地方では、現金しか使えない店がたくさんあります。日本ではいつもある程度の現金を持ち歩くようにすると安心です。